今回の問題、ネットフローはトラフィックの集計情報を収集して監視、分析、課金に役立てる機能です。フローを識別するために何々が利用されます。フレキシブルネットフローの構成要素はフロー何々、フロー何々、フロー何々。インターフェースに設定するのはこの中のフロー何々です。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。ネットフローはトラフィックの集計情報を収集して監視、分析、課金に役立てる機能です。フローを識別するためにキーフィールドが利用されます。フレキシブルネットフローの構成要素はフローレコード、フローエクスポーター、フローモニターの3つです。インターフェースに設定するのはフローモニターです。お世話になっております。マサルです。今回はネットフローをテーマに一緒に勉強します。私がシスコ試験を受けていた頃は、ネットフローは CCNP の範囲だったんですが、今は CCNA で勉強するんですね。時代は変わっていくものです。かつて CCNP の試験だったので、ネットフローって難しいのかなと思う方もいるかもしれませんが、そんなに複雑な話ではありません。また CCNA の試験の中でそこまで難しいところまでは求められないと思うので、概要を理解できるようにしておきましょう。今回の動画では、ネットフローの役割、フレキシブルネットフロー、そして最後にパケットトレーサーを使って実際にネットフローを動かしてみたいと思います。それでは始めていきましょう。ネットフローはトラフィックの集計情報を収集する機能です。収集した情報は監視、分析、利用に応じた課金などの情報に利用することができます。ここで注意しておきたいのは、ネットフローは情報を集める機能であって、不正な通信を止めるなどのセキュリティの機能はついていないということです。あくまでも情報収集の機能がネットフローです。ではどのように情報を収集するのかということになるのですが、ネットフローはフローを定義して情報を収集します。フローというのは7つの情報が一致するパケットを指します。7つの情報として送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信元ポート番号、宛先ポート番号、L3 プロトコル、TOS、入力インターフェース。この7つが一致するパケットを同一フローと定義して情報を収集します。この中の TOS はあまり聞き慣れないと思うので TOS だけ補足すると、 TOS はパケットの優先制御をするために利用される情報です。この7つの情報が一致する情報を1つのフローとして、対象のルーターは情報をキャッシュし、一定のタイミングでネットフローコレクターにエクスポートします。この例で言うと、例えば PC から Web サーバーへの通信でHTTP の通信と ICMP の通信が発生したときに、このルーターでネットフローの設定をしておけば、それぞれの通信の情報を一度キャッシュして、一定のタイミングでキャッシュした情報をネットフローコレクターに送ります。ネットフローコレクターはエクスポートされた情報を受け取り、その情報を分析し可視化する役割を持っています。管理者はネットフローコレクターで統計情報を確認することができます。またネットフローにはいくつかバージョンがあることも覚えておきましょう。現在よく利用されているバージョンは5と9です。バージョンによってエクスポートされるデータのフォーマットが違います。バージョン5ではエクスポートされる情報が固定的なんですが、バージョン9では特定の情報のみをエクスポートすることもできます。このあたりの動きについては後ほどパケットトレーサーを使って実際にやってみましょう。パケットトレーサーに移る前にフレキシブルネットフローについても先に説明しておきます。フレキシブルネットフローを利用すると、より詳細にフローを識別しながら効率的に必要な情報を収集することができます。フレキシブルネットフローの構成要素は3つです。フローレコード、フローエクスポーター、フローモニター。この3つです。聞きなじみがない言葉なので難しそうなんですが、実際はそんなに難しい話ではありません。実際の設定内容とともにどういうことを行うのか見ていきましょう。まずはフローレコード。フローレコードは収集対象を指定します。具体的な設定内容はこのようになります。このように定義して、どのような情報を収集するのかを定義しています。次はフローエクスポーター。こちらはコレクタ情報の設定をします。どのように情報をエクスポートするのかという設定を行います。具体的な設定内容がこちらです。エクスポート先の IP アドレスを指定して、インターフェースやポート番号などを指定していることがわかります。最後のフローモニターは適用するインターフェースへ指定します。具体的な設定値はこのような設定値になります。定義しているフローモニターの情報を該当のインターフェースに設定していることがわかります。
このようにフレキシブルネットフローを利用すると、より自由度が高く収集する情報を定義することができます。とはいえ、いきなりフレキシブルネットフローのような応用編を見せられても混乱すると思うので、今回はパケットトレーサーを使ってシンプルなネットフローを使ってみたいと思います。この後パケットトレーサーに移動しますが、その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めたいなと思う方は、今年ネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。生活にインターネットは欠かせないものとなっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティにはネットワークエンジニアだけではなく、様々な人が参加してくれています。職場以外のエンジニアと交流して情報交換するのもとても面白いと思います。興味を持ってくださった方は、紹介動画、参加 URL を概要欄に用意しているので、ぜひご覧ください。それではパケットトレーサーを使ってネットフローを一緒に使ってみましょう。IP アドレスの設定はすでに完了している状態です。PC と Web サーバーがあり、こちらのルーターにネットフローの設定をして、フローコレクターはこちらのサーバーとして設定をします。では早速設定をしていきましょう。ルーターのインターフェースでネットフローを有効化します。ファーストイーサネット 0/0 で IP フローイングレスコマンドを設定します。インターフェースファーストイーサネット 0/1 で IP フローイーグレスコマンドを設定します。イメージとしてはインとアウトのような設定ですね。0/0 でインして 0/1 でアウトしていきます。次にコレクターを指定しましょう。こちらのルーターからフローコレクターを指定します。IP フローエクスポートディスティネーション 192.16+10.1 です。最後の9996というのがポート番号です。パケットトレーサーではポート番号9996にしないとネットフローがうまく利用することができません。本来であれば任意の番号なんですが、パケットトレーサーでは9996を利用するようにしましょう。最後にネットフローのバージョンを指定します。パケットトレーサーではネットフローのバージョンは9だけがサポートされているので、バージョンは9にしましょう。ではルーターの設定が終わりました。最後にフローコレクターのサービスをオンにすることを忘れないようにしましょう。フローコレクターのサーバーのデスクトップタブを下にスクロールしてネットフローコレクターを選択してください。こちらのサービスをオンにしておきます。これで事前準備が完了です。PC と Web サーバー間で通信を発生させて、どのようにフローコレクターに情報が集まっていくのか見てみたいと思います。PC から Web サーバーに対してピングを送ってみます。問題なく通信をすることができました。次に PC から Web サーバーに対して HTTP で通信してみたいと思います。Web ブラウザを選択して Web サーバーの IP アドレスを指定し、接続を行ってください。トップ画面が表示されました。ではこちらのルーターで PC と Web サーバー間の通信をどのようにキャッシュしているのかを見てみたいと思います。show IP キャッシュフローコマンドでキャッシュしているフローの情報を確認することができます。先ほど通信した ICMP の情報と HTTP の通信がルーターにキャッシュされていることがわかります。ルーターだとこのようにテキストベースでの表示になります。次はフローコレクターでどのように情報を収集しているのか確認してみたいと思います。サーバーのデスクトップタブの下の方にあるネットフローコレクターを選択してください。するとこのように円グラフで収集した情報を表示してくれています。選択するとこのように細かく情報を知ることができます。このようにネットフローを使うと情報を収集して、その情報から現在の通信状況を監視したり、その内容を分析したり、通信状況に応じて課金したり、そのような役割で使うことができます。今回は通常のネットフローを一緒にやってみました。参考までにフレキシブルネットフローも使うことができます。フレキシブルネットフローの使い方を簡単に説明しておきたいと思います。パケットトレーサーのファイルを選択し、オープンサンプルズを選択してください。現在のファイルの状況を保存するかどうか聞かれるので、任意で選択してください。すると、パケットトレーサーでは、すでにいくつかのサンプルのファイルを用意してくれています。ネットワーキングを選択して、ネットフローを選択してください。すると、一番上にフレキシブルネットフローがあるはずです。こちらを選択すると、このような構成でフレキシブルネットフローを使ってみてくださいというようなサンプルファイルをパケットトレーサーから開くことができます。こちらの構成では PC0 から PC1 に対しての通信をこちらのルーターで情報収集するという設定が紹介されています。試しに show コマンドも打ってみましょう。show run コマンドを打つとフレキシブルネットフローではどのような設定をするのかというのも確認をすることができます。もし細かくネットフローについて知りたい方はこちらのフレキシブルネットフローのサンプルファイルも役に立つと思うのでぜひ参考にしてみてください。
それでは実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。ネットフローはトラフィックの集計情報を収集して監視、分析、課金に役立てる機能です。フローを識別するためにキーフィールドが利用されます。フレキシブルネットフローの構成要素はフローレコード、フローエクスポーター、フローモニター、この3つです。インターフェースに設定するのはフローモニターです。それでは今回は一緒にネットフローについて勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。